こんにちは、オートウエストエンドです。先日、スペアタイヤの空気圧が下がっていまして、それを規定値まで空気を入れていきましたが、今回はそのスペアタイヤに関するもう一つの動画です。前回もお見せしましたが、このスペアタイヤを固定するボルトですね。これをディーラーにオーダーをしていまして、それが届いたとのことでしたので、今日ピックアップに行ってきました。このパーツナンバーは真ん中のものですね。ウイングスクリューと書いているものです。カナダドルで8ドル66セント、その後に税金がかかるんですが、だいたい日本円だと650円とか700円といったところでしょうか。他の eBay のサイトとかでも買えることは買えるんですが、逆に送料がかかってしまうので、こういう小物はディーラーで買うことが結構多いです。こちらも一緒に購入しておきました。ドレインプラグのガスケット3つと、あとこの小さいボルトはウォーターポンプのプーリーのボルトです。僕が以前締め付けトルク間違えて折ってしまいましたボルトがあります。その交換用の新しいボルトをオーダーしておきました。はい。ということで、こちらが左側にあるのが元々あったもう壊れているボルトですね。この根元の部分が曲がってしまっていまして、これを取るのに本当に苦労したんですが、これが新しい右側のパーツに変えることができるということになります。持ち手の部分も古い方はもう取れてしまっていますが、実はこれは外そうとした時にそこに工具で力をかけすぎて折れてしまったという状況でした。そしてこちらはスペアタイヤを設置して、そしてその上から覗きますと、こういったボルトをはめる穴があります。純正の車載工具を外しますと、この BMW X5 の場合はこういった円盤のプレートを1回間に挟みまして、その上からボルトで締め込むと、そうするとスペアタイヤを押さえることができるという構造になっております。ちなみにこちらはポータブルのライト LED ライトなんですが、最近買いました。結構便利なのでまた動画にしていきたいと思います。はい、それではまずボルトを先に入れてしまった方が中心を出しやすいので、こういう手順を踏んでおります。これでスペアタイヤの中心がボルトのちょうどね、ボルトの真ん中に来るようにずらしまして、そしてこの円盤を滑り込ませていくような感じです。それ用にちゃんとこういう風に切れ目が入っていますね。そしてもうあとは簡単、どんどんねじ込んでいくだけです。ただ前回このボルトが曲がってしまった原因というのが、結局このスペアタイヤに対してすごい力がかかっていたんでしょうね。それでずっとスペアタイヤがある方向に動こうとしていて、それが長年時間とともにだんだんボルトを曲げてしまったと思います。なのでこれ強く締めすぎた方が良くないのかなとも思いながら、でも浮いてたらそれはそれでタイヤ動いてしまうよなとか考えていましたら、結局ね、答えがわからなくなってしまいまして、新しいボルトをね、これも曲がってしまったら意味ないなと思いつつ、ちょっとどうしたらいいか迷っております。なので、ある程度強く締めても、動かそうとすれば、ね、動くんですよね。こんな感じで動いちゃうので、完全にがっちり固定をするように、思いっきりねじ込んでしまうと、今度このプレートがもはや曲がってるんですが、それがもっと曲がってしまうので、ちょっとね、この加減が難しいなと思いました。ちなみにこのプレートの下側の部分、こんな感じで両面テープを貼っておきました。
この最後の剥離紙は剥がさずに、ただクッション代わりとして使っていこうということで、こうすればスペアタイヤのこのリムの部分がね、これ以上傷つくことはないと思います。なので両面テープでなくても、この干渉用のスポンジテープがあればそれがベストだと思います。という感じで、こんな感じでバッチリはめることができました。ということで今回はこの動画の目的としては達成ということで、すっきりスペアタイヤも落ち着くところに落ち着いたという感じです。こういうそこまで重要ではないパーツの修理交換いいですよね。なんか変なプレッシャーかからなくて作業していてとても楽しかったです。ということで動画の目的としてはこれで完了なんですが、前回トランクルームの僕が積んでいるもの、このリッドの上の部分ご紹介しましたが、スペアタイヤ周り、そこに積んでいるものをちょろっと紹介していきたいと思います。はい、ということで続々ともう詰め込んでいますが、手に持っているのはスピンナーハンドルといいまして、タイヤのボルトナットですね。それを外すためにすごい力が必要な時にこれがあると便利です。そしてこの鉄パイプは何か本当に強いもの、ラチェットのハンドルとかにかけて力が欲しいように一応積んでおります。こんな感じで運転中にガタゴトしないように布袋に入れたりしています。この上にある細長い黒いケースは先ほど見えましたがトルクレンチが入っています。そして反対側、左側にはこのペニーボード、スケボーを入れております。オーストラリア、はい、指していますが、このチャンネルオーストラリアからもご覧いただいているとのことなので、これいいですね。オーストラリアさん、このスケボー大好きです。いつもご視聴ありがとうございます。ということで、なんでこのスケートボードを持っているかと言いますと、もう本当にカナダいろんな場所広いんですよね。コストコに行くなり、工場に行くなり、倉庫に行くなり、もう移動距離が半端ではないので、これがね、最後のその車を止めてからその場所に移動するまでめちゃくちゃ楽なので結構使ってます。ちなみに大きさはいわゆるペニーボードよりも一回り大きいニッケルボードというものです。はい、そしてこちらはタイヤの修理キットですね。これも応急処置的に直すことができ、そして今僕の左後輪はこれで直している状況です。それもこんな感じで滑り込ませ、ナプキンとかもね、ウェットティッシュを滑り込ませ、こんな感じになっております。そして手前のこのちょっと深めのポケットの中には、こちらは今度は小さい方のトルクレンチ。先ほどのトルクレンチでは対応していないもうちょっと弱い力、主に自転車の整備とかに使う方が使ってらっしゃる方多いかと思いますが、そのサイズになっています。そして一番安いマイクロファイバータオル、これは何にでもいざという時にね使おうということで、そしてこれはグローブなんですが、ニトリルグローブですね。こんなに持つ必要ないんですけども一応積んでます。そしてこれは養生テープ。これも何かとね、便利です。そして寺岡さんの寺岡製のものが本当にやっぱ使いやすいので、日本に帰国した時はいつもこれをね、何個か買って持ってきております。マスキングテープよりもね、水に強いですし、丈夫で、そして切りたいところで切れて何回でも貼り直せるので本当に便利な好きなテープの一つです。もうナンバーワンぐらいですかね。何か困れば養生テープみたいな感じで使っております。はい。そしてこのポケット他に入っているものはこのオイル系ですね。エンジンオイルの専用のタオルを一つこんな感じで作っています。そしてこれは1リットル入りのエンジンオイル 5W30 のカストロールのを使っております。そしてこれはもともとは洗濯洗剤が入っていたものなんですが、そこに錠後ですね、携帯できる小さいタイプのものを入れています。油まみれになるのでこういうケースに入れて持ち歩くのが都合がいいのでこんな感じで、そして元々の大きさだとケースに入らなかったので、ちょっと上の部分と
そしてちょうど真ん中中継ぎの部分をカットして輪ゴムで留めるような感じにしています。実際使用した感じはこんな感じですということで映像を今流しております。まあ小さくても1リットルを入れるぐらい、オイル漏れがあったりして継ぎ足さなきゃいけない時とか、そのくらいだったら十分活躍してくれます。この前僕はオイルチェンジしたんですけども、その時も普通に6リットル、7リットル入れた時にこれを使いましたが、そこまで不便という感じではなかったですね。大きい上後はそのくらいのエンジンオイル交換だったら便利ですが、これでも全然用は足してくれます。はい。そしてこれのいいところは、ここのエンジンオイルを入れ終わった後、こういう風にぐるっと蛇腹になっているので、垂らすことなくそのまましまえるというところですね。なのでこんな感じで周りを汚さずきれいにオイル交換ができるという便利な乗後になってます。確か eBay とかで買って500円とかもしなかったと思います。ちょっとリンク探してあれば概要欄に貼っておきます。ということでトランクに積んでいるものはだいたいこんな感じになります。スペアタイヤの空気を入れた回でご紹介したこのリッドの上のトランクに常備しているものと合わせまして、それぞれやっぱり家に毎回持ち帰ってでまたこの車に必要なものを持ってくるというのが手間になるようなもの、結構割と頻繁に使うもの、あとないと緊急の時に困るものというものを基準にしてこのくらいの量を常に入れて積んでおります。積めば積むほど燃費もね悪くなりますし、スペアタイヤの周りにこんなに置くもんでもないですが、一応現状で僕はこんな感じです。参考にしていただけるところがあれば嬉しいです。なんかね、旅行にあれもこれも持っていくみたいな感じになっておりますが、なるべく量を減らす努力はしていきたいと思います。ということで今回の動画参考になったという方はいいねボタンを、またこういった重大なパーツではないところの修理動画も見たいという方はぜひ登録ボタンをお願いいたします。それでは今回も最後までありがとうございました。またお会いしましょう。